皆さんこんにちは、のばなです。日本へ行く前に最後に日本人美容師さんのところへ行きます。今日は娘の髪の毛も切ってもらうので、娘も一緒に行きます。なんか一個食べようか。オッケー。アメリカンチーズケーキ、シュベーディッシュバーガー。なんか食べるエミちゃん。アップルコーラ。オッケー。Ich hätte gerne einmal Schokomuffin und noch einen kleinen Cappuccino und haben Sie noch Kindercappuccino? Dankeschön. Das war's. Ah, okay.それここはまだつけたらあかんので気をつけた。よっしゃ、できたー。お待たせ。これさ、うわすごいチョコやな。これあれやな、半分切ろうか。キンダーカプチーノです。どうチョコの味おいしい？めちゃくちゃチョコやな。Sind Sie dann in Milan noch? Ja. Ja? Ach, die kommen jetzt gerade alle an. Ja, um 14 Uhr gibt es ja das gibt noch eine Ansprache. Ja, sind hier alle, die sich so 91 Grad. 今年の2月は結構暖かいドイツ。至るところで水仙が咲いていて、春の訪れを感じます。日本もそろそろ桜が咲き始める頃なのでしょうか。ボブにしたいという娘の願いが叶いました。嬉しそうです。食べていいよ。どうぞ。もうちょっと前乗ろうか。乗ってみ。よいしょ。こっち行こうか。そこ座り。もうすぐ日本ということで、ハイテンションな日々を送っています。ということで、まずはフランクフルトまで電車で3時間、電車の中に持ち込むものを書いておきました。準備は着々と進んでおります。冷蔵庫の中を空っぽにしていきたいので、野菜やお肉が全然ありません。なので、あるものでランチを作っていきます。まだ生クリームはあったので、クリームパスタにしようと思います。
今回は4週間の滞在なので、ご近所さんに観葉植物の水やりや郵便ポストのチェックをお願いしました。信頼できるご近所さんにいろいろとお願いしておくと、何かあっても連絡をくれるので安心です。日本では隣に誰が住んでいるかわからないという話もよく聞きますが、ドイツは例えばアパートに住んでいると、同じアパート内の人の荷物を預かったり、逆に預けられたりするので、誰が住んでいるかは結構わかります。地域によって違いはあるかもしれませんが、ドイツ在住の皆さんどうですか？あと田舎に住んでいると、お隣さんとの境界線の策をどうするか、DIY が盛んなので道具を貸してなどのやりとりなど、ご近所さんと話すこともよくあります。こういうところはドイツの良いところだと個人的には思います。もちろんご近所さん全員が優しいわけではないので、全く挨拶をしない人も残念ながらいます。まあでもそういう人はそういう人なので、いちいち自分の心が振り回されないようにしています。さて、1ヶ月日本に滞在するということで、日本滞在の様子を YouTube でお届けできたらと思っています。ただ、家族との時間、久しぶりに会うお友達との時間を大切にしたいので、更新頻度は下がるかもしれません。いつも応援してくださる皆さんには申し訳ないのですが、インスタグラムの方では日本滞在の様子をストーリーズに上げていく予定なので、チェックしていただけると嬉しいです。子供たちは日本で食べてみたいものがたくさんあるようなので、その夢を叶えてあげられるのが私も楽しみです。子供たちは日本とドイツの両方の国籍を持っています。なので今回は日本の小学校にも通わせるのですが、2週間の間に子供たちがどんな経験をしてくるのか、そして日本語がどこまで伸びるのかドキドキします。あと、夫は今回は一人行動が多いので、日本語が伸びるんじゃないかと密かに期待しています。熊野古道をハイキングしたり、東京にいるお友達に会いに行ったり、広島にいる友達と九州へ旅行に行ったりと、夫は一人で結構移動します。普段めちゃくちゃ忙しく家族のために働いてくれているので、この4週間はしっかりと休んで、そして思いっきり楽しんでほしいと思っています。Kommst du, Mäuschen? Machst du mal aus? Du isst ja schon. 誰へんのな。美味しいからいいと思う。最後の日本に行く前の最後のピピピする。Piep, piep, piep, wir haben uns alle lieb. Guten Appetit! 今ビデオやる時間あるよ、何回。なんで今もしろ、もう終わるの？うん。もう火曜日は全然忘れ物ないかチェック。エンちゃんとゆうちゃんのパスポートあるから。これがなかったら飛ばれへんやろ。飛行機乗らないと。また来ましたね。めっちゃ美味しい。この味超好き。これは何？超好き。これ塩昆布。知ってる？知ってる。ドイツで一番好きなもの何？僕も言ったよ。ピッツァ、ラーメン、僕も。ラーメン。僕もピザって言った。ピッツァと、僕はノーマルブッチも。ピッツァとノーマルブルーチン。あとはでもクロワッサン美味しいけど。クロワッサン。クロワッサン。マサ美味しい。クロワッサン。あとミルクプルーチャも美味しい。ミルクプルーチン。 Willst du was, Mathis? Bregenwurst mit Grünkohl, Ja. Kartoffeln und ein bisschen Senf. Ja, ich liebe das. Du auch? あとは Regenwurst liebe ich. Wenn wir bald wieder Regenwurst essen. Das ist Vor Japan eine Party machen und dabei essen wir sie. フランクフルトで食べようか。めっちゃ早かった。まっすぐ取りますね。ちょっと
と味変わって美味しい。これも美味しい。ちょっと食べて。これもある。味のチェンジ。僕マーチ同じのもの作る。冷たいね。冷たい冷たい。めっちゃいっぱい胡椒。味のチェンジ欲しくない。まあやりすぎてる。もう関西空港に着いたらまずコンビニに行こう。日本に着いたらパーティーやる。なぜ着いたから。あ、そうじゃあ着いたらスーパーマーケット行ってお寿美味しいもの司買って美味しいもの買ってちょっと刺身も買ってパーティーしよう。大きいパーティー。さて、夫の同僚のお家に招待してもらったので、今から私の大好きなチョコレート専門店にチョコレートを買いに行きます。どのチョコレートか、もう皆さんご存知ですよね。3月末にイースターがあるので、イースターチョコレートがたくさん並んでいます。でもさすがラウシュのチョコレート。大きいサイズだと1つ約2400円します。このアルコールなしのチョコレートを手土産に買っていきたいと思います。あ、ほんまや、バニル。いいよ。これはブラックベリーが入ってた。ベリーが入ってた。多分パーティーがなかったら食べる。待ちに待った日本帰国。日本の桜はもう10年ほど見ていないので、桜の時期に行けることに本当に感謝です。海外に住んでいるからこそ、日本がどれだけ素晴らしいのかを実感します。私たちが日本へ立った後、またドイツ鉄道がストライキすると聞いています。電車が時刻通りに動くことがどれだけ感謝なことか、日本に行ったら感動しっぱなしだと思います。それでは最後に娘にインタビューして終わりたいと思います。ドイツの美味しいものを教えてください。アイスクリームそれととドーナツな。アイスさっき言うた。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。